皆様こんにちは。私はできる日本語プロジェクトリーダーの島田和子です。どうぞよろしくお願いいたします。それではノンネイティブティーチャーの方のためのできる日本語説明ビデオ1を始めたいと思います。できる日本語ってどんな教科書です。これですね。1番を始めます。はい。3つのパートからなっています。シリーズ全体のことをお話をして、それから大切にしていること、そして最後に8つのポイントについてお話をします。まずシリーズ全体のことですが、赤、黄色、青と3つのレベルがございます。赤は初級の前半ですね。そして黄色は初中級という名前ですけれども、文法ですとか言葉という意味では初級後半です。じゃあどうして初中級という名前をつけたかというと、とてもよく話します。そして書いたり読んだりもよくできるようになります。はい、特にアウトプットがとてもよくできるようになります。そこで初中級という名前にしました。そして青は中級です。この3つのレベルがあります。全体を見ておきます。これが赤、できる日本語初級の、サブテキストですね。文法ノート、言葉ノート、漢字卵があります。そしてできる日本語の本冊の中に出てくる1000以上のイラストがすべてこの教え方ガイド&イラストデータ CD-ROM の中に入っています。はい。同じようにこれが黄色、初中級ですね。そして赤と黄色の両方のレベルが入っているのが真ん中にある楽しい読み物55です。そして中級はここですね。本冊とそれから、言葉表現ワークブックがあります。漢字卵は今作っているところです。中級はちょっとサブテキストが少ないようですが、皆様にお使いになっている皆様にはメールをいただいたら400ページ以上あると思います。さまざまな、プリント類を差し上げています。どうぞご連絡ください。これが現在2021年2月現在の姿です。はい。この説明ビデオは赤、初級についてお話をしています。この初級の15課のタイトルはこのようになっています。1課は初めましてですね。自己紹介です。で、ここでちょっと見ていただきたいんですが、今日は全体は見ませんけれども、赤、黄色、青とスパイラルに螺旋階段のようになっているということを知っていただきたいと思いました。そこで1課ですね。初級の1課ははじめまして。初中級の1課は新しい一歩。そして中級の1課は新たな出会い。この3つのレベルの1課で自己紹介をやるんですね。はい。そんな風に同じ、テーマでこう上がっていくということが、だんだん分かっていただけると思います。はい。後ほどまたもう少し詳しくお話をします。そしてここではまず2番、大切にしていることに行きたいと思います。5点挙げました。自分のこと、自分の考えを相手に伝える力をつける。大切ですね。そして2番目、日本語を学ぶことで人、社会とつながる力をつける。3番目、自然な日本語を学ぶ。オーセンティシティというのがとても大切だと思っています。そして学習者の持っている力を引き出す。
学習者は素晴らしい力を持っていますよね。それを引き出すのが教師の役割です。最後です。学習者のやる気に火をつける。一番大事なのは学習者自身のモチベーション、やりたいという気持ちですよね。それに火をつけるのが先生の役割だと思っています。では先ほどスパイラルということをお話をしましたので、ここで和読文書を使って、ちょっと見てみたいと思います。和読文書。これは、2で説明ビデオの2で詳しくお話をしますが、ちょっと簡単にお話をしますと、和と文、ちょっと大きくなっていますよね。ですから初級では話したり聞いたりすることがとても大切です。でも読んだり書いたりも忘れないでくださいねという意味でここに入っています。でもこの和読文書の一番大切なことは、塊で話す、長く文をつなげて話すということなんですね。見てみましょう。初級はまだ始めたばかりですから、はじめまして、私はパクです、韓国人ですというふうなことが話されていきますが、さて次です。初中級になると長くなっていますね。はじめまして、私はパクユナと申します。今年の4月に韓国のプサンから参りました。と言っていると、この CD があるんですけれども、みんなが聴いている様子が見えるような、CD になっています。そして中級になると、はい、ご覧ください。一家新たな出会い、中級ですね。初中級と比べても長くなっています。いろんな言葉が出てきていますね。これにも CD がついています。そしてがきっかけで、ぽいでもアンダーラインがありますね。これが学習項目です。他にもと呼ばれています。よかったらと呼んでくださいなどもここで学ぶ表現となっています。こうして表現、そして学習項目がこの中に入れ込まれているということですね。はい、ではここで、今教科書を見ましたので、今度は学習者の発話を、見ていただこうと思います。聞いていただきたいと思います。お見せするのは、ポンさんというタイからの学生さんです。で、最初の初級は1課が終わってすぐに取れませんでしたから、ちょっと4課にも入っていますが、そのあたりで取りました。そして初中級が終わって、初中級の1課ですね。1課が終わって取りました。さらに中級が終わってまた取りました。ではご覧ください。はじめまして、私はสุรักษ์เดชニクネムはปองです。ขอนแก่นから来ました。タイのขอนแก่นです。私の趣味は音楽です。ขอนแก่นは人が多いです。賑やかです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、私はポンと申します。今年の10月にタイから参りました。それからイーストウェイと日本語で勉強しています。私の趣味は歌を歌うことです。特にポップの歌です。休みの日、私はテレビを見たり、音楽を聴いたり、買い物をしたりしています。山は緑が多いので、私は山に登るのが好きです。日本の生活には慣れました。前は日本の料理が食べられませんでした。今は食べられます。とても美味しいです。
日本のテレビの番組を見るのが好きなので、聞き取れるようになりたいです。日本に来て、私は電車に一人で乗れるようになりました。日本で北海道が一番行きたいです。スキーができるようになりたいです。ぜひ行きたいです。よろしくお願いします。はじめまして、タイから参りました。ポンと呼んでください。家族からはペンと呼ばれています。タイのドラマを見たことがきっかけで、日本語を好きになって、日本史に興味を持つようになりました。人からは頑固な人と言われますが、実はおとなしい人です。楽天的な性格で、誰でもあまり怒りません。趣味は音楽を聴くことです。聴きながら歌を歌っています。とても面白いです。時間があれば一緒にカラオケに行きませんか？よろしくお願いします。はい。自己紹介を見ていただきました。スパイラル、感じていただけましたか？初級は、はい、初級で話しましたね。その後初中級、たくさん話したようですが、あれはポンさんが赤で習ったことを使って自分のことを話していってことですね。いつも和読文章で自分の考え、自分のことを話しているので、あんな風にいろんなことを話すことができるんですね。そして青、中級に行きました。はい、これが自己紹介でした。さあ、次は8つのポイントです。ちょっと読んでみます。1番、行動目標がはっきりしている。Can do statement で書かれています。2番、場面、状況と文法、言葉、その両方を大切にしています。3番、学習者に意味のあるタスクである。4番、まずチャレンジ、まずやってみるで進める。5番、いろいろな流れを大切にしている。6番、スパイラルを大切にしている。これですね。何度かお話をしました。7番、塊で話すことを大切にしている。和読文章のところでちょっとこの言葉を出しましたが、塊というのはいくつかの文がつながっていることです。パラグラフ、段落ではありません。まだそこまでいかないんですが、もういろんな文をいくつか言っている。羅列文と言いますよね。そんな風になっている。それがだんだん上がっていくとパラグラフになっていくわけですね。最後8番。相手のことを考えた会話になっている。ではこれを一つずつ見ていきたいと思います。1と5を一緒に見てみたいと思います。1は行動目標がはっきりしている。そして5はいろいろな流れを大切にしているですね。6課で見てみましょう。一緒にです。ここの課の行動目標は友達を誘ったり、行きたいところやしたいことを一緒に相談して約束することができるです。はい、それですることができる。ここで出ていますね。Can do statement で出ています。そして一つの課の中には3つのスモールトピックがあります。ST とはスモールトピックのことです。ちょっと見てみましょうか。スモールトピック1、一緒に行きませんか？友達を誘うことができる。また誘いを受けたり断ったりすることができる。そして2番目はどちらがいいですか？友達の意向を聞いたり情報を比べたりしながら相談することができる。3番目は約束、会う場所や時間などを約束することができる。
こんな風になってるんですね。どれもすることができる can do statement で書かれていますよね。そして今読みましたけれども、この ST123 を見ると流れていますよね。誘いました。だから友達は、どんな趣味ですか、どうしたいですかというようなこと、意向を聞いたり、それからじゃあどっちがいいかなというふうに情報を比べたりしながら相談するんですね。それが終わったらいよいよ約束です。こんなふうになっています。ちょっと難しい言葉も出てきましたが、これには英語がついています。で、教科書には英語、中国語、韓国語がありますが、実はいろんな言語がついているんですね。あります。それは、できる日本語広場というのをご覧ください。このサイトの中に、いろんな言語の、can do statement があります。どこにあるかというと、ここですね。日々の実践サポートです。この中にちょっと開けてみます。はい、あります。ここにできること一覧というので各国語版があります。ここにミャンマー語、モンゴル語、インドネシア語、ベトナム語があります。いろんな言語が入っているということをお伝えしておきます。そして、ここにもちょっと見えにくいですが、後で実際のサイトを見てください。ここに出ている語彙、言葉の各国語版も出ています。これは皆さんのボランティアでいろんな言語がどんどん今増えているところです。はい、これは、皆さんへのお知らせでした。はい、2番目です。場面、状況と、そして文法、言葉、この両方を大切にしています。これさっき見ましたね。一緒に行きませんか？友達を誘うことができる。また誘いを受けたり断ったりすることができる。がスモールトピック1でしたね。ここでこんな場面です。学校の、教室ですね。教室の外だったり中だったりいろいろですね。パソコンルームもありますね。そしてこういう場面でこういう状況で今晩一緒にご飯を食べに行きませんかって誘いたいところなんですね。ですからその中で学ぶことはませんか、場所、ちょっとというようなものをいろんな、学習項目が出てくるんですが、場面状況と一緒に学びます。はい、先ほど左側の一緒に行きませんかというタイトルと can do statement をお見せしましたが、今度はタイトルと学習項目を出してみました。はい、いろんなのが出ていますよね。ですから場面状況の中にしっかりと埋め込まれて学習項目があるということですね。場面状況にぴったりと学習項目が来ています。こんな風に、なっているんです。はい、3番です。学習者に意味のあるタスクである。ちょっと考えてみてくださいませんか？どうでしょう？どんな時にこんな質問をしますか？あるいはどんな時にこんな質問を受けますか？されますか？はい。毎朝何時に起きますか？毎晩何時に寝ますか？いつ聞かれるでしょうか？友達同士でもあんまり普通聞きませんよね。どんな時ですかね？はい。ということで、こんなイラストが教科書の中にはあるんです。たくさんイラストがありますから楽しんでください。ちょっと見てみましょう。例の2を見てください。100点取ってますね、この人は。だから例2です。毎日何時から何時まで勉強しますか？すごいですね。というような思いを込めて質問します。1番見てください。汗がいっぱいですね。それで、毎朝何時に起きますか？と聞いているんですね。はい、2番です。朝からあくびをしています。それで友達は、毎日何時から何時まで働きますか？と聞いています。3番、寝ていますね。
毎晩何時に寝ますかと一生懸命聞いているんです。はい、こんな風にそれが使われる場面を考えながら練習するんです。これができる日本語の特徴です。4番です。まずチャレンジで進める。これは5課の ST1 の状況イラストです。こんな状況ですよ、こんな場面ですよということなんですね。例えば、ここはどこですか？教室で何をしますか？話します。そしてと大事なところがここですね。今日はと先生が聞くと、月曜日です。もうみんな習っていることですよね。そして先生はこれはって言うと、先生時計です。時計ですね。そして今8時45分です。これも参加でやっています。この月曜日の8時45分、朝ということが大事なんです。どうしてか。次を見てみましょう。今、状況イラスト見ましたね。そして、これがコマイラストと言います。ここで、まずやってみるんです。まだ、過去形はやっていません。でも、どうですか？月曜日の朝の話ですよね。で、日曜日のことを言うんだったら、過去形を使わなきゃいけないんですが、まだ習っていないんです。ですから、はい、皆さん、何て言いますか？パクさんに何て聞きますか？パクさん、日曜日何をしますか？パクさん何て言いますか？公園へ行きます。そしてバーベキューをします。そうですか。じゃあ聞いてみましょうと言って CD を聞くんですね。ここで過去形はこれです、ましたですとは言わないんです。まずは考えてもらいます。学習者は、日曜日だから昨日は Did you do？ 過去形で言いたいけど日本語は何だろうって考えてるんですね。でも言えないので何をしますか？でもちょっと違うなと思いながら CD を聞くんです。パクさん、日曜日何をしましたか？公園へ行きました。公園でバーベキューをしました。そうですか。はい。CD を聞いて学習者は、そうか、過去のことは日本語ではしましたかって言うんだと気がつくわけです。で、先生が、日曜日と CD が終わってから、聞き終わってから、日曜日って聞くと、学生さんは何をしましたかと言って、教師は、そうですねと言いながら、カレンダーを指します。日曜日を指して、日曜日何をしましたかということで、過去のことだったらしましたかなんだなって分かったところで、はい、ホワイトボードにこれを書いて、そしてここから練習に入るんですね。ポイントをもう一度話をして、そして練習に入ります。はい、これは簡単なものですが、もし学習者が発見できなくてもいいんです。ここで教師がまたポイントを言いますので大丈夫です。こんな風にまずチャレンジ、まずやってみるということがとても大切です。6番です。5番はさっきやりましたね。はい、6番です。スパイラルを大切にしている。これも先ほどから出てきているんですが、レベルを超えて初級一課で自己紹介、初中級一課で自己紹介、中級一課で自己紹介、見ていただきましたね。もう一つ違うスパイラルを見てみたいと思います。はい、6課一緒にのところを見てみたいと思うんですが、これは今晩一緒にご飯を食べませんか？いいですね、食べましょう。今晩ですか？すいません、今晩はちょっとというものなんですね。これが1です。で、1、これ4つあるんですけれども、まず1はここで食べませんか？食べましょうが初めての文型として出てきます。これがメインディッシュです。そして2番ですね。2番目はまた今晩カラオケに行きませんか？
このメインディッシュが出てきました。繰り返し出てくるんです、こうやって。でもここで新しい学習項目が一つあります。用事がありますから。約束があります。っていうようなことがあるんですね。それが一つ入ってきます。3番に行きます。あ、横浜で野球の試合があります。へえ、B さん、一緒に見に行きませんか？いいですね。ここも行きませんか？これがこの ST1 のメインディッシュです。で、新しいことは場所でイベントがあります。これがまた入ります。そして最後4番です。B さんはサッカーが好きですか？はい、そうですか。サッカーのチケットが2枚あります。一緒に見に行きませんか？わあ、いいですね。行きましょう。ここも行きませんか？行きましょう。ということで、メインディッシュが最後に出てきました。そして新しいことは、チケットが2枚あります。持っています。所有のありますですね。はい、こんな風に工夫しながらスパイラルに上がっていくんです。6課で見てみました。7番です。塊で話すことを大切にしている。これは先ほども和読文章見ましたね。はい、7課で見てください。一緒に。で、これがあるんですが、たくさん話していますね。これに関しては、ビデオの説明ビデオの2で詳しく見るので、ここでは、省略します。これをとにかく大切にしている。だからできる日本語を使った人はよく話しますねと言われるのはそういうことなんですね。モデル文をただ覚えても仕方がありません。これはただのサンプルです。そこから自分のことに置き換えてそれをこう言えるようにするというのが大切だと思います。8番、相手のことを考えた会話になっている。練習の時でもやっぱり会話の形でやってほしいですね。そして相手のことも考えた会話にしてください。これがとっても大切だと思います。人、社会とつながる日本語ですよね。目指しているものは。はい。で、私は、どうしてこういう練習ばかりするのかなと思っているんですが、カラオケに行きませんか？はい、行きましょう。この単純練習ばっかりなんですね。でも単純練習の時でも、これが先ほど出てきた2番ですね。できる日本語の、6課 ST1 の2番です。はい、そうですね。で、ここは誘いました。そしたら断りましたよね。断った時も、いいえ、いけません。ではなくて、すいません。ちょっとではなくて、だけではなくて、用事がありますからとちょっと理由を言うとか、そして誘った方は、それで終わりじゃなくて、あ、そうですか、残念です。じゃあまた今度、とちょっと一つ足してほしいですよね。聞いたんですから、それで終わりではなくて、こういうやりとりがとても大切だと思います。もう一つ例を見てみましょう。サラダはまだありますか？はい、あります。サラダはまだありますか？いいえ、もうありません。この練習がいろんな教科書に出てくるんですが、私はこういう練習でもこうしてほしいんですね。これは、7課に出てきます。できる日本語7課ですね。サラダはまだありますか？はい、まだあります。どうぞ。ありがとうございます。ただ、まだありますじゃなくて、どうぞ言ってほしいんですね。そのためにはちゃんと教科書にこのお皿を出しているところがありますね。お皿を出して、はい、どうぞということで、こうやっているところがあります。はい、このように場面と一緒になっているから意味があるんですね。そして、今度は2番目。ビールはまだありますか？すいません、もうありません。ワインはどうですか？いいですね。いいえ、もうありません。ではなくて、すいませんとちょっと言ってから、もうありません。そして他のものを勧めるんですね。ワインはどうですか？ワインがありますね。ここに絵があります。こんな風にして、そして聞いた方は、いいですね。共感。一緒の気持ちになるということが大切です。はい。こんな風になっています。はい。大切にしていることです。
ここはさっきやったところですが、もう一度出してみますね。ここの3番目です。自然な日本語で学ぶということを言いましたが、一つちょっと例を出しておきたいと思うんです。皆さんにちょっとその前に質問です。なければなりませんを教えるときにどんな場面、状況で導入しますか？どうでしょうか？できる日本語では、車の中で、シートベルトしていない人に対して言っているというようなことでなるんですね。B さん、シートベルトをしなければなりませんよ。そうなんですか。知りませんでした。というふうになります。ここで見てくださいね。特徴は、これは発見のです。よ。これは相手の人が知らないときに教えてあげるときのよですよね。ですから、があることがとても大切なんです。そして、よ。これは修助詞と言いますよね。これもちょっと付け加えることで本当に自然な日本語になるんです。そして聞かれた方も言われた方もそうなんですか、知りませんでした、ありがとうございますという気持ちが入っているんですね。これが本当の場面で使われる会話です。ではこれは場面がありますね。そして、ちゃんとキャンドステートもあるんですね。トラブルにならないように友達にこのアドバイスするっていうようなことがあるんですが、キャンドステートメントがあったり、それから場面があるから自然な会話になっているんじゃないんですね。それがあってもちょっと死んだ会話にしてみます。場面と行動目標ありますよ。でも死んだ会話です。B さん、シートベルトをしなければなりません。これではなんか注意してますっていう感じですよね。そうじゃなくて、危ない、しなければなりませんよ、これルールなんですっていうようなことで言うことで感じで伝えることが大切です。そして今見ましたね。これが初級の14課でした。で、皆さん気がつかれましたか？これはなければなりませんには2つの働きがあります。一つはルールや習慣、マナーとかそういうことですよね。もう一つは個人の義務しなければならないっていうことがありますよね。ちょっと見てみましょう。それは私たちは黄色のところで、頑張ってますね。来月大学の入学試験を受けるので勉強しなければならないんですという形で出しました。自分のことに対して、そしてならないんですっていうふうに言ってるんですね。これが、なければなりませんで自然な日本語という例として挙げた一つのことになります。これで1番目のビデオ、できる日本語ってどんな教科書の説明を終わります。